はい、皆さんこんにちは、モノルです。ここにね、2つのコントローラーがあります。レイザーウルヴァリン V3 Pro っていうね、コントローラーと、デュアルセンス Edge っていうコントローラーなんですが、こちらは非常に FPS ゲーム向きのコントローラーですが、こちらは全く FPS ゲームには向いてないコントローラーっていうふうに私は思っています。以前ね、その理由としてですね、ホールエフェクトセンサーの違和感っていうね、動画をアップロードしました。ホールエフェクトセンサーを使っているコントローラーはね、低感度だから FPS ゲームではね、違和感がすごく強くて使いづらいみたいな話をしたんですね。するとですね、こういうコメントが寄せられてました。いや、コントローラーのせいにするんじゃねえとかね、慣れればいいじゃんとかね、いや、もうそれならもう最初から順コン使っとけよとかね。はい。いや、でも、たとえ慣れても低感度スティックのせいで当たらないっていうことは全然あるし、順コン以外を使いたいんだよなってね、常々思ってたんですよね。そこで今回はね、低感度のスティックはリニアなスティックにね、ゲームで勝つことができないっていうことを確かめてきたので、そのお話をしていきたいと思います。実際に某プロゲーマーさんですね、鋼の錬金術師のグリードっていうね、キャラみたいなお名前のですね、ほとんど言っちゃってますけど、方もホールエフェクトは FPS 向きではないなんておっしゃっていたようにですね、低感度なスティックは FPS ゲームには合わない。慣れてもリニアに勝つことができないっていうね、そういうことはなんとなくね、科学的には分かっていたことではあります。今回改めてね、ちゃんと検証して確かめてみました。現状入手できる多くのホールエフェクトスティックや TMR スティック、それらを採用しているコントローラーっていうのは低感度な、レスポンスカーブっていうのをね、描きます。こちらのグラフはですね、横軸が、スティックをどれだけ倒したかっていうのを表していてですね、0が中率になってます。で、縦軸がゲームへの入力値になっていて、1がマックスですね。またこのピンク色の線っていうのが、デュアルセンスとかデュアルセンスエッジといったね、リニアなコントローラーの直線ですね。倒せば倒した分だけ視点が動くっていうね、そういうレスポンスカーブになってます。で、この緑色の線のようにですね、下に膨らんでいると低感度なレスポンスカーブになります。最初のうちはゆっくりとゲームへの入力値っていうのが増えていって、後半一気にこのね、入力値がバッと増えてね、1になるっていう曲線になってます。で、このオレンジ色の線っていうのが高感度な、レスポンスカーブになってます。で、現状入手できるホールエフェクトスティックや TMR スティック、またそれらを採用しているコントローラーっていうのはこの低感度なレスポンスカーブを描くことが多くなってます。代表的な例を何個かね、レスポンスカーブとしてね、出力してみたのがこちらのね、グラフになるんですが、すべてこの辺りがね、リニアなこのピンク色の線よりも低くなってます。こういうカーブっていうのをね、描いているっていうのがすごく多くなっていてですね、こういった低感度なスティックっていうのが果たして、Apex Legends のような FPS ゲームにおいてどのような影響を与えるかっていうのが今回のテーマになっています。今回ですね、低感度なスティックの代表例として取り上げたいのは、レーザーのウルヴァリン V3 Pro っていうね、この緑色の線を描いているコントローラーになります。レーザーウルヴァリン V3 Pro についてはもともと私もメインで使っていたコントローラーで、私がね、低感度なスティックというものの存在に気づいたコントローラーになってます。他のコントローラーと比較してもね、低感度度合いっていうのが強いので、低感度のデメリットっていうのが分かりやすく出てくれるんじゃないかなと思います。私自身このコントローラーね、他のコントローラーよりも慣れているので、こちらのコントローラーを使ってリニアなデュアルセンス Edge のアルプスティックと比較をしていきたいと思います。はい、それで、今 Apex Legends の射撃訓練場に来ました。エイムっていうのはそもそもですね、3種類、大きく分けてあります。フリックエイム、追いエイム、切り返しへのエイムっていうね、3つですね。フリックエイムっていうのはこういうウィングマンみたいな単発武器でこういうね、通り過ぎるような思いっきり視点を動かして全然当たってないんですけどちょっと待ってくださいねはい、通り過ぎるようなこうエイムをしてですね、こうタイミングよくトリガーを引いてやることで当てるってこういうエイムですね。そこまでね大げさに通り過ぎるようなことをしなくても、ある程度敵の位置にパッと素早く合わせてエイムをするっていうのがフリックエイムですね。こういうエイムですね。はい。
フロート武器でもね、たまに、敵があともう一発で死ぬよっていう時にですね、パッとね、弾を撃ちながらね、フリックして当てるっていうことがあります。ゆっくりフリックエイムすればですね、より精密に狙いを定めることっていうのはできるんですけど、敵の動きね、こういうレレレの動きですね、敵が左右に、動くときに、この動きに影響されやすくなってしまうので、操作できる範囲でね、なるべく早く動かすっていうのがフリックエイムの基本かなと思います。低感度の場合はですね、このフリックエイムっていうのもちょっと影響があってですね、どうしても最初の倒し始めっていうのは低感度はゆっくり動いてしまうので、なかなかですね、素早く動かすっていうのが難しかったりします。スティックをガッとね、大きく倒してフリックエイムするっていうことが必要になってくるんで、素早いフリックエイムっていうのがちょっと難しいですね。はい。なかなかリニアな感じと比べてですね、フリックの速度が遅くなりがちで敵のレレレに影響を受けやすくなってしまうっていうね、そういうデメリットがあります。で、次にね、追いエイムっていうのがあります。敵が一定方向に移動するときに、常に敵にエイムを合わせ続けるためのエイムっていうのが追いエイムになります。敵の移動速度ですね。早く動いてたらスティックを多めに倒さなきゃいけないですし、遅めに動いてたらスティックはあんまり倒さなくていいです。あと敵との距離ですね。遠く離れていたらスティックを倒す距離っていうのは少なくなります。近くなったら近くなるほどスティックは多く倒さなきゃね、追いエイムっていうのはできないですね。今グラフに出しているのがですね、43リニアの時にね、追いエイムをする時に必要な入力値っていうのを、距離別にですね、敵までの距離別に、出したグラフになってます。大体ですね、ADS している状態、エイムをしている状態で、1倍スコープならですね、10メートル離れた敵には 0.4 ぐらいですね、最大が1で、そのうちの4割ぐらい、スティックを倒す必要があるっていうね、形になります。2倍スコープだと 0.65 ぐらいですかね、0.66 ぐらい、倒さなきゃいけないということで、結構ね、もうほぼ半分以上倒さなきゃいけないみたいな、感じですね。またね、敵の距離が2倍離れると大体、スティックを倒す距離は2分の1になるっていう感じですね。どんどん距離が離れると繊細な操作っていうのを要求されるようになってきます。はい。で、低感度のスティックっていうのはですね、この近距離戦で特にね、問題になることが多いです。スティックの感度カーブの傾きがね、大きいところですね。だいたいスティックを半分以上倒したところで、結構ですね、近距離戦では繊細な操作っていうのが必要とされます。先ほど見たグラフで言うと、この辺りですね。この辺りっていうのはですね、非常に低感度なグラフでは傾きが大きいのでですね、この辺りでね、繊細な操作をするっていうのがちょっと難しくなっているんですね。ちょっとズレが生じやすくてですね、倒しすぎて敵を行き過ぎてしまったりね、倒さなすぎるとですね、敵に追いつかなくなってエイムが外れてしまうということが起きやすくなります。あとね、OEM の微調整っていうところでね、エイムが徐々にずれていくような場合ですね、こういった微調整っていうところでもですね、低感度だと、難しかったりします。これはね、近距離、遠距離問わずですね、低感度のスティックっていうのはこの微調整が難しくなっています。その理由っていうのはですね、後半部分ではですね、傾きが大きくなっているので、スティックを倒す量をね、減らしていくとですね、一気に、このね、ゲームへの入力値っていうのが減っていってね、一気に指定の速度が遅くなってしまったりします。逆にですね、中立付近ではですね、スティックを倒す量っていうのをね、減らすとね、なかなかね、ゲームへの入力値は減ってくれないんですよね。逆に増やす側でもですね、この辺ではなかなか増えないですし、この辺りでは一気に増えるっていうことで、スティックをどの辺で、操作するかによってですね、微調整する感覚っていうのは大きく異なってきてしまいます。この辺りを使う近距離とこの辺りを使う遠距離でスティックを操作する感覚っていうのが全く異なってきてしまうっていうのが OEM のね、微調整の難しさにつながっています。これまでフリックエイムと OEM っていうね、2種類のエイムについて、説明してきましたが、最後、一番重要なところは切り返しのエイムっていうところになります。切り返しのエイムっていうのはですね、敵が右から左、左から右ってね、移動する方向を変えてね、こうやって弾を外そうとしてくるんですよね。それをね、切り返しって言ったりするんですが、これに対するエイム操作のことを切り返しに対するエイムって呼んでいます。
このエイム操作は少し特殊でですね、一旦ですね、切り返しエイムをするときは敵からエイムがこういう風に外れます。この外れたとこから戻すためにですね、追いエイムに必要な操作量よりもですね、大きくスティックを1回パッと倒して敵に追いついてそこから追いエイムする、操作量に戻すっていうね、そんな、操作を行う必要が出てきます。特にね、低感度なスティックで問題になるパターンっていうのはですね、頻繁な切り返しっていうのをされる場合です。もうパッ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 とね、切り返しをされる場合にですね、なかなかですね、低感度だと追いついていくことが難しくなっていきます。切り返しの操作っていうのは基本的に左から右、右から左っていう風に中立を挟んでですね、スティックを、倒す必要が出てきます。そうすると嫌でもですね、低感度な部分っていうのを通らざるを得ません。近距離でね、かなりもうこのぐらい近いところでの、エイムをしての追いエイムであればですね、マックスからマックスまで倒したりするので、これはね、あんまり問題にならなかったりするんですけども、このぐらいの距離ですね、10メートルとかでももうすでにね、切り返しっていうのは難しくなってきます。10メーターのね、1倍スコープの ADS で 0.3、0.4 弱っていうところのね、追いエイム量だったと思うんですが、この時ですね、0.4 弱っていうとこの辺りですが、まずね、右方向か左方向か、どちらでもいいんですが、この辺でエイムして追いエイムをします。切り返されたっていうのに気づいた瞬間、一回中立に戻して、で、ここに戻ってくるっていうことで、通常ですね、切り返しエイムでリニアなコントローラーであればね、スティックを倒す距離っていうのは3ミリぐらいで済むんですが、低感度なスティックだと4ミリ近くまで切り返しで、スティックを倒さなきゃいけないです。それが要は、中立を挟んで、左右にね、出てくるので、だいたい2倍の差が出てきますね。だいたい6ミリぐらいでいいのが8ミリぐらい倒さなきゃいけなくなるっていうことで、単純に操作量が大きく増えてしまいます。このようにですね、操作する幅がそもそも増えることでですね、操作に時間がかかってしまって、切り返しっていうのに時間がかかるっていうことになります。ただですね、意外とですね、そこまでね、頻繁でない切り返しの場合、問題になることは少ないです。射撃訓練場なんかでね、例えばですね、移動をね、ランダムとかにしてですね、平行移動ランダムってやってあげてですね、自分の予測できないような平行移動をさせてみるとですね、はい、こんな感じでするんですが、だいたいボルト1マガジン打ち切るまでですね、せいぜい1回か2回ぐらいしか切り返しっていうのはされないです。なんでね、射撃訓練場の切り返しっていうのはそこまで多くないので、十分ね、この低感度なスティックっていうのでもですね、対応できるかなと思います。ちょっと今多かったですね。みたいなところではちょっとね、追いつききれてなかったと思うんですけど、射撃訓練場だとそこまでね、切り返しっていうのはですね、頻度が低いんですよね。実戦ではね、これが大きく変わってきます。ワンマガで1回や2回だけなんていうことはまずなくてですね、4、5回とかは平気でね、こう切り返しっていうのが行われるので、それに追いついていく必要があるんですが、そこで低感度だと非常に難しくなってきます。というわけで、ここからはね、実戦の方を見ていきたいと思いますが、特に近距離戦での OEM と OEM の微調整、頻繁な切り返しへの AM っていうね、この3点について注目して見てみてください。はい。で、今回はですね、R5 Reloaded っていうね、1v1 をひたすら遊べるモッドの方をね、使って検証を行ってきました。下の方に出ているこのグラフなんですが、こちらはですね、右スティックの、スティックの倒した量っていうのをですね、表しているグラフになります。横軸が時間軸になっていて、下が左ですね。で、上が右に倒しているということを表しています。この赤色の線がね、現時点を表しています。ちょっと一回ですね、バッとリアルタイムでレーザーウルヴァリン V3 Pro のね、低感度なスティックを使った時の戦闘っていうのを見ていただきたいと思います。こうやってパッと見ただけでも結構エイムがずれちゃってるなっていうのがわかるかなと思うんですが、ちょっとね、細かく、スローモーションでもね、見ていきたいと思います。まずは接敵して、
はい、ここからですね、敵が自分から見て右方向にレレレしているので、そこに追いエイムを合わしていくっていう段階です。で、敵直後なのでですね、追いエイムっていうのはね、ちょっとどれぐらいスティックを倒せばいいのかわからなくて、ちょっとね、不足しているために左にエイムがずれてしまっています。これはね、別に低感度だからというわけではなくね、こういうことっていうのはよく起こることですね。それに気づいたので、すぐにスティックをね、右に倒して、敵にエイムを合わせようとするんですが、ここでね、ちょっと倒しすぎっていうのが起きています。0.8 とかね、0.6 から0.6 以上倒しているのでですね、これはね、低感度なスティックでよくある後半部分でのエイムのズレっていうのが起こっているっていうところですね。倒しすぎたっていうのを気づいたので、すぐにね、スティックを、中立付近まで戻しているんですが、今度は戻しすぎでね、また左にずれてしまっています。また右に戻して、今度はね、一気に戻さずにですね、ちょっとずつ右に倒し増しをしていってですね、敵にエイムを合わせようとしているんですが、ここで敵は左に切り返しを行っています。切り返しに気づいたので、今度は左に一気にスティックを倒して、この敵の切り返しに追いつこうとするんですが、ちょっとね、ここでもだいぶ、切り返しでのエイムには時間がかかっています。この辺りスティックを倒す量が増えていることによってね、切り返しに時間がかかってしまっているっていうことですね。で、ここからはね、普通の追いエイムに入ります。この辺りはね、2回目の追いエイムということで少しスティックを倒す量っていうのが分かってきてですね、追いエイムをしっかり終えてるかなと思うんですが、ややここで戻しすぎが発生してですね、右にずれるようになっているので、改めて倒し増しをしてですね、追おうとするんですが、ここで敵が切り返しを行ってしまいます。ここでボルトを打ち切ったので、一旦 OEM を諦めてですね、武器を切り替えています。敵がジャンプして単純な動きに、なったので、ここからはですね、比較的簡単な OEM になります。切り返して左に行ってるので、一気に左に倒して OEM できるぐらいのスティックを倒してですね、これでも少しね、OEM は不足してはいるんですけども、ちょっと増やしてですね、で徐々に敵の速度が落ちていくのに合わせてスティックを倒す量を減らしていって当てていくって感じですね。このね、一戦見るだけでも比較的低感度なスティックの特徴っていうのは出てたかなと思います。そもそもの近距離での OEM が難しいっていうところであったり、OEM の微調整が難しい、あとは切り返しへ追いつくのが難しいっていうところが非常によく出てたかなと思います。はい。低感度のスティックについてちょっと見てきたので、じゃあ、デュアルセンスエッジでね、リニアな感度の場合どんな操作になるかっていうのを見ていきたいと思います。まずはリアルタイムでちょっと見ていただきたいと思います。はい、切り返しの時っていうのはね、追いつく速度っていうのがなんとなく速いっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。かなり微妙なので、もう一回ね、コマ送りでちょっと見ていきたいと思います。まずは接敵しての追いエイムですね。ここでね、敵が思ったよりも早く移動しているので、エイムを解除してですね、腰打ちで合わせようとしていますね。はい。で、しっかりここでもね、エイムが合っているっていうのがわかると思います。ここで敵は左に切り返しっていうのを行っていますので、ここでね、切り返し操作を行います。もうここで合ってますね。だいたい切り返しのエイムには150ミリセカンドか100ミリセカンドちょっとくらいでね、切り返しのエイムっていうのを合わせることができています。ここから追いエイムをして、また切り返されたので、ここで、右にエイムを一気に返して、合わせようとするんですが、すぐに左に切り返されます。でね、右に合わせようとしたんですが、左に切り返されたっていうのに気づいてすぐに左に、スティックを倒してますね。もうここでね、すでにエイムっていうのが合ってます。一瞬で右左っていう風に敵が動いているんですが、それでもね、かなり、しっかりとね、こうエイムが収束していっているのがわかると思います。はい、ここからは OEM っていうことで武器チェーンをしてフラットラインで打っていくシーンになりますが、右に切り替えされたのですぐに右に合わせて、はい、左に切り替えされたので、ここから左に合わせていって、ちょっとフリックエイム気味に当てて、
はい、終了ということで、全体的にですね、レーザーウルヴァリン V3 Pro よりもかなり素早く切り返しに対するね、対応っていうのができているっていうのが特徴かなと思います。先ほど見たね、ウルヴァリン V3 Pro での切り返しよりもかなり難しい切り返しっていうのをされたかなと思うんですけども、それでもね、ちゃんと当てていくことっていうのができています。はい、続いてですね、先ほど見てきたですね、レーザーウルヴァリン V3 Pro と、デュアルセンスエッジでのね、エイム2つをね、並べて比較をしたいと思います。時間軸を揃えてね、グラフで見ることができるので、どれぐらい差が出るかっていうのが分かりやすいかなと思います。こちらですね、左側がレーザーウルヴァリン V3 Pro の映像で、右側がデュアルセンスエッジの映像になってます。で、グラフの方はですね、青色の方がデュアルセンスエッジ、緑色がレーザーウルヴァリン V3 Pro のグラフになってます。非常によく似たレレレをしてくれたのでですね、この2つの映像を取り上げたいなと思うんですが、まずですね、設定時のエイムっていうのは右に両方ともね、同じぐらいずれてます。ややデュアルセンスエッジの方が右にずれてる量が大きいですね。なのでですね、両方ともこれスティックを左に倒してですね、切り返しに対するエイムっていうのを行っているんですが、デュアルセンスエッジの方は非常にここの角度が大きくてですね、しっかりと左に入力することができています。このおかげですぐにですね、もうエイムっていうのは合っていてですね、100ミリセカンドぐらいですかね、150ミリ弱ぐらいでエイムを合わせてるんですが、レーザーウルヴァリン V3 Pro の方ね、左の映像の方はまだ全然エイムが合ってません。左の映像でエイムが合うのはこの時点ですね。ようやくエイムを合わせることができて、350ミリセカンド強っていうところまで、エイムを合わせるのに時間がかかってしまっています。しかもですね、この時点ですでに敵は逆方向にね、切り返しっていうのを行っているので、ここでね、大きく左にエイムがずれてしまっています。デュアルセンスの方もね、左にエイムがずれてるんですが、その幅っていうのはやや小さいですね。ここでね、もうすでにデュアルセンスエッジの方は右に切り返し操作っていうのを行っていて、レーザーの方はね、ここでようやく切り返しを始めているっていう感じですね。ここでのね、傾きっていうのもやっぱりデュアルセンスエッジの方が大きくてですね、しっかりと敵の切り返しに追っていけていますが、レーザーの方はゆっくりとね、切り返しに対して追うっていう形になっていてですね、デュアルセンスエッジの方はすでにエイムっていうのが合ってますが、これに対してレーザーの方は1、2、3、4、5、6このぐらいですね、6フレームぐらい後にですね、エイムが合ってます。6フレームっていうとだいたい100ミリ秒なので、デュアルセンスエッジに対して100ミリ秒遅れてね、エイムがあったっていうことになりますね。OEM のところはね、そんなに両者で差はないかなと思うんですが、ここでね、デュアルセンスエッジは、やや右にずらしてしまっていますが、レーザーの方はね、しっかり左に合わせることができています。このね、両者の差のおかげでですね、逆のこっから先の左の切り返しエイムっていうのはですね、あまり両者でエイムが合う速度に差はなかったですね。はい。とてもわかりやすくですね、特に敵が頻繁に切り返してくるときに、低感度なスティックでエイムが遅れていってすごくね、当てるのが難しくなるっていうのがわかりやすく出た、2つのシーンだったかなと思います。低感度なスティックっていうのはね、確かに難しいんですが、そしたらね、ゲーム内感度で、感度を上げてあげればいいんではないかっていう風になるかなと思います。そんなわけでね、43リニアを54リニアっていう風に1段階ずつ感度を上げてですね、R5 の方で、打ってみました。はい、その映像がこちらになります。もう一度ちょっとね、一回リアルタイムで見ていただきたいと思います。はい、どうでしょうか。かなりね、行き過ぎてるシーンが多いような印象を受けるかなと思うんですが、もう一度コマ送りでね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、接敵して右にレレレしてるんで右にね、エイムしてるんですが、完全に行き過ぎてしまってます。左に切り返すのも行き過ぎてしまいます。OEM はまあまあいいんですが、ここから右の切り返しに対して行き過ぎてしまいます。あまりにも行き過ぎるんでちょっとね、入力を抑えめにしたんですが、今度は左にずれてしまうっていう形で、左に切り返されて、今度はね、ずれたおかげもあってちょっと OEM がしっかりできてるかなって感じですね。
で、武器チェーンして、敵が右にレレレするので、これに合わせようとするんですが、こちらも行き過ぎてしまいます。これ結構ね、何戦も何戦もやった上でですね、こんな感じのエイムになってしまっています。はい、なぜこのようなエイム操作になってしまうかっていうのをですね、わかりやすくグラフでちょっと出してみたので、説明したいと思います。4の 3.9 っていうね、場合を出しているんですが、これ、すべてね、この、通常のレーザーウルヴァリン V3 Pro のレスポンスカーブに対して 30% ですね、感度を上げているっていうね、そういう形の、グラフになっています。これで見ていただくと分かる通りですね、中立付近はね、まあまあリニアっぽくはなっているんですけど、後半部分でね、やっぱり曲線状の、スティックの感度カーブなので、非常に感度が高くなってしまいます。私はね、ちょっとなかなかこの、感度が高くなっている部分っていうのに慣れることができなくてですね、ちょっと難しさを感じましたが、低感度な場合っていうのはですね、そもそもですね、切り返しに追いつくっていうのは人間のね、指の操作する速度上ね、限界があると思うんですけども、高感度な部分に関してはですね、繊細になるべく丁寧にね、エイムしてあげればいいというところで、比較的ね、こちらは慣れることはできるかなと思います。ただね、ゲーム内感度を上げるっていうのはこういう風な、感度になってしまうということなので、意外とね、難しいので、あまりおすすめはできないかなというふうに感じました。ではね、こういう低感度のスティックのコントローラーですね、どういう風に使えばいいのかっていうと、やっぱりですね、リニア化設定っていうのを入れていただくのが一番いいかなと思います。最後にですね、リニア化設定を入れた実践映像をお見せしたいと思います。はい、こちらがですね、リニア化設定を入れたレーザーウルヴァリン V3 Pro で、打ち合った場面になります。はい、だいぶですね、デュアルセンスエッジの時とね、近いような打ち合いができているんじゃないかなと思います。ちょっと細くりで見ていきましょう。はい、接敵して、右への追いエイム。切り返しされたので、切り返しに追いつくためのエイムを行っています。この時点ではすでにしっかりエイムが合っていますね。だいたい150ミリセカンドぐらいで合っているかなと思います。ここでちょっと予測でね、右にスティックにね、入れてるんですが、敵がレレレしてくれなかったので、ちょっとエイムは外れてますね。で、右に切り返しのエイムをやってあげて、で、追いエイムをしていきます。武器チェーンして、追っていきますね。はい。だいぶですね、切り返しのエイムっていう部分ではですね、最初の方のですね、低感度なスティックよりも、追いエイムがしっかりできたかなと思います。他にも何戦かリニア化したね、レーザーの、戦闘シーンを見ていただきたいんですが、このようにですね、何戦もですね、ワンマがで敵を倒すことができるっていうね、戦闘がありました。実はこれですね、リニア化しなかった低感度なままでね、あった、R5 ではですね、一度もですね、ワンマ化することっていうのはできなかったです。なんとですね、リニア化するとワンマガをね、バンバン量産できるっていうことで、この辺り明らかにですね、低感度との差を感じたところでした。はい、そんなわけでね、いろんな実践シーンとかも見てきましたが、結論としてはですね、やっぱりですね、低感度のスティックが問題になるシーンって非常に多かったかなと思います。唯一問題にならないシーンっていうのはですね、スティックを大きく倒さない OEM のシーンですね。スティックを大きく倒すような OEM ではですね、微調整が非常に難しくなるっていう問題があったんですが、中間ぐらいまでのね、ちょっと離れた距離での OEM っていうのは意外となんとかなるかなって思います。ただし切り返しっていうのはですね、全く低感度のスティックっていうのはリニアなスティックに歯が立たないかなと思います。対人戦でね、特に敵が頻繁に切り返しをしてくるような近距離戦っていうのはですね、非常に低感度のスティックでは難しかったですね。これはですね、人が、親指を正確にこう左右に倒す速度っていうのには限界があるっていうね、そういうところが影響していると思います。それでですね、どうしても感度がこのように曲線状になっているっていうところから見るとですね、43リニアに限定した話ではなくてですね、このような
感度カーブが曲線状になっているっていう時点ですね、FPS ゲーム全般でですね、この、リニアではないスティックが問題になるっていうね、そういう風に考えることができると思います。同様にですね、この最初にお見せした高感度なスティックでもね、問題が起きるっていうのはね、明白かなと思います。大体ですね、Apex Legends では43リニアや4241のリニアですね。Call of Duty ではダイナミックっていうね、こういった感度っていうのが基本的に、強いと言われています。こういったね、このゲームではこの感度が強いっていうのが大体あるのでですね、それに、合っているね、スティックっていうのは基本的にやっぱりリニアな感度になってくるんじゃないかなと思います。FS ゲームをね、しっかりと遊べる、スティックっていうのは基本的にはリニアですよということになるかなと思います。ただですね、今回本当はですね、もう少ししっかりとしたですね、結論に対する裏付けっていうのをね、データで出したかったなっていうのは非常に思ったところはあります。私としてはですね、それなりに納得いく結論が得られたかなとは思うんですけど、まだね、やっぱりちょっとね、不足してる部分っていうのは多いかなと思います。例えばですね、低感度なままでも慣れればね、なんとかなるっていうね、範囲っていうのがあるはずなんですよね。今回見てきたレーザーのウルヴァリン V3 Pro なんかはですね、リニアとの誤差がね、40% 近くになる結構低感度度合いが強いコントローラーでしたが、例えば 10% ぐらいしかね、誤差がないような低感度なスティックだったらですね、そこまで問題になることはないんではないかとかですね、ゲーム内感度をわずかに高感度に、例えば43の 1.1 とか 1.2 とかね、そういう詳細感度設定を使ってわずかに、高感度に設定した上でその 10% ほどわずかに低感度なスティックっていうのを使うとか、そういった組み合わせっていうのはどうなんだろうとかね、そういったところもね、もしかしたら検証する価値はあるのかもしれないですね。でもね、私としてはね、もうリニア化しちゃえばそれでいいじゃんと、その方が分かりやすいしっていうふうに思ってしまったところではあります。リニア化しちゃえばいろんなゲームで共通してね、しっかり使えるスティックになりますからね。で、いろんなね、ホールエフェクトとか TMR スティックを使ったコントローラーのリニア化設定の方法についてはですね、こちらのモノルっていうサイトの方にですね、例えば Vader 4 Pro であれば、スティック長感度を早にして24の3025って設定してくださいとかね、こういったところを全部まとめています。レーザーのウルヴァリン V3 Pro であればですね、スチーム入力で感度カーブをカスタムにした上で、カスタム感度カーブを291に設定してくださいということですね。こういったものをですね、いろんな、コントローラーについてですね、掲載していますので、こちらをね、見ていただけたら、いろんなコントローラーについて、リニア化することができますので、ぜひね、チェックしてみてください。もちろん私の過去の動画をね、見ていただいても OK です。最新の設定というのはこちらのね、Apex のおすすめコントローラーランキングっていうね、こちらの動画でね、一部のコントローラーですが、こちらにね、最新設定上げてますので、こちらの動画を視聴いただくのが一番いいかなと思います。で、あとはですね、今後の課題としては操作できる限界っていうのを調べたいなというところで、そもそもね、指の操作に限界っていうのがあるからこそ43リニアでは低感度なスティックというのは頻繁な切り返しへのね、エイムっていうのが難しいということでした。じゃあ指の操作の限界っていうのをね、数値化することができるんじゃないかみたいな話がね、あると思います。はい。例えばね、何メーター離れた敵が予測不可能な切り返しを何秒に何回程度するっていうね、そういう時、OEM が限界になるのかっていうね、そういう手法ができるとね、非常に面白いかなと思います。これができたらいろんな感度設定に応用が可能であったりですね、もしかしたらその人がどれぐらい上手いかっていうのの指標になるんじゃないかとかですね、あとは FPS だけじゃなくていろんなゲームデザインのね、有力な資料にもなるんじゃないかとかね、限界が分かれば難しさっていうのを設定できるということで、ゲームではね、人と人とで、差が出るようなね、ギリギリの難しさっていうのが一番面白いかなって私なんか思うんですよね。最後にね、課題として挙げたいのが、どのように低感度なスティックが与える影響を数値化するかっていうところが大きな課題かなと思います。いろいろと試みてきました。射撃訓練場でですね、10メートル離れた敵に対してですね、ランダムな切り返しっていうのをやってもらって、で、切り返し完了までにかかった時間っていうのをですね、継続してみてですね、それをこうグラフ化してみたりもしました。確かにですね、差はあるんですけど、ちょっとね、これがね、有力な、それなりに信頼性のあるデータかって言われると私も自信が持てなかったっていうところとかですね。あとは、感度設定ごとに切り返しをした時にどのぐらい視点移動
させたかみたいなデータも取ってみてですね、これが、切り返し完了した時に移動距離が長ければ長いほど切り返しが遅れたっていうねことの指標になるので、こういうデータをね集めてみたりもしたんですが、これがね機械的に集められるデータではなくてですね、非常に泥臭くですね、全部自分の目で見て、ここで切り返しのスティック操作が始まってここで完了したっていうのをですね、全て目で見て測っていかなきゃいけないというところで、非常にこのデータっていうのは出すの大変でした。こういうデータっていうのをですね、もうちょっとね、自動的に出せるようなですね、指標っていうのを作れないかっていうところですね。あとちょっと個人的に面白いなって思ったデータとしては、最速で切り返した時のね、AM 時の入力を時系列でこう、並べたデータなんですけど、デュアルセンスエッジの方がこう切り返しをマックス入力までこう入力した時の速さっていうのは遅かったりしたんですよね。本当はこれがねもっとデュアルセンスエッジは直線上に速くなるかなと思ってね、こういうデータを取ってみたんですが、意外とそうでもないということが分かったりとかしました。これがねもし違いが出るのであれば、すごく単純にデータを取るだけでですね、スティックの入力感度が速いか低いかとかっていうのがね数値化できたんですが、残念ながらそういったことはなかったというところです。こういったねいろんなデータっていうのをね検証してみたんですが、残念ながらデータ上ではですね、コントローラーのスティックが低感度っていうところの特徴っていうのを捉えることっていうのはできなかったですね。もしねそれができたらですね、誰もがコントローラーのスティックの良し悪しっていうのを簡単にテストできるようになるかもしれなかったりとかですね、先ほどもありましたけど、その人のエイムの良し悪しっていうのを数値化することっていうのも可能だったかなと思います。ただね、現状ちょっと数値化っていうこと自体がすごく困難なんじゃないかっていうふうには考えています。はい、以上ですね、低感度なスティックがエイムに与える影響というところをね、見てきましたが、いかがだったでしょうか。私はやっぱりリニアじゃなきゃダメだなっていう風に思っていますが、皆さんはいかがでしょうか。それでもね、コントローラーのせいにするんじゃねえとかね、なれればいいんじゃないとかね、そういう風に、感じる方がいらっしゃったらですね、全然、こうじゃないかっていうね、反論をコメントにね、書いていただけたらね、私もそれをエネルギーにですね、いやいやこうだっていうね、動画を出せるので非常に、助かるかなと思います。わけでね、以上、モノルーでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。